プラス AI ニュースラボ。2025年11月26日、ホワイトハウスの本当に目と鼻の先でパトロール中の州兵が銃撃されました。これで20歳の女性兵士サラ・ベクストロムさんが命を落としたと。あなたが共有してくれた資料を読むと、これ単なる事件報道じゃないですよね。もっと深い問いがそこにある。この悲劇の責任は一体どこにあるのかと。今回のディープライブでは、この問いを軸に事件の背景を深く掘り下げていきたいと思います。この事件、背景が非常に複雑ですからね。まず事実関係からいくと、銃撃したのはアフガニスタン出身のラフガヌラ・ラカンワルという29歳の男。単独での待ち伏せ攻撃だったと見られています。そして、ここが肝心な点だと思うんですが、そもそも、なぜ州兵がワシントン DC のあのど真ん中をパトロールしてたんでしたっけ？まさにそこなんですよ。資料によれば、トランプ大統領が2025年の夏にですね、犯罪緊急事態というのを宣言して、DC に大規模な州兵派遣を命じていたんです。ありましたね、そんな動きが。ところがです。この派遣自体が事件のわずか6日前に連邦地裁から違法だという判断を下されていた。待ってください。裁判所がこの派遣は違法だと。そうです。その判断のたった6日後にこの銃撃事件が起きたということですか？それはなんとも皮肉なタイミングですね。まさに。その事実がこの事件をめぐる責任論を真っ二つに分けているわけです。なるほど。資料を読むと、まず大統領に批判的な立場からの見方がありますね。そもそも犯罪率は、低かったと。それなのに政治的なアピールのために兵士を派遣した。しかも、司法が違法とまで言った派遣を続けた結果、兵士が格好の標的になってしまったじゃないかと。これでは大統領に政治的、道義的な責任があるだろうという理屈ですよね。非常にストレートな批判です。政策がなければ彼女は死なずに済んだという因果関係を指摘しているわけですね。これだけ聞くと、大統領側はかなり分が悪い議論に見えますけど、それでも擁護する声も当然あるわけですよね。一体どういう理屈で反論するんでしょうか？もちろんあります。擁護側の論理は、これはこれで非常にシンプルで、責任は 100% 銃を撃ったテロリスト個人にあると。100% ですか？州兵の任務は市民を守ることなのだから、その治安維持活動そのものに責任を問うのは筋違いだと。もし州兵がいなければ、別の誰か、市民が犠牲になっていたかもしれない、というわけです。どちらの言い分もわからなくはないですね、これは。そこで資料が提示している重要な視点というのが、因果関係と法的責任は別物だということです。因果関係と法的責任。はい。大統領の政策が事件の引き金になったという因果関係は、否定しづらいでしょう。でも、だからといって、大統領が殺人の法的責任を負うわけではない。この違いを混同してはいけないと。つまり、政策がそういう状況を生んだとしても、殺人の罪はあくまで実行犯にある。そうです。ただ、資料が最も警鐘を鳴らしているのは、そこで思考停止してしまうことの危険性なんです。思考停止。犯人だけが悪いで終わらせて、政策の是非を問うことをやめてしまうのは、民主主義として健全ではないんじゃないか。事実、事件後、トランプ大統領は自らの政策を花見ることなく、容疑者を銃と呼びました。そして移民問題へと論点をずらして非難を強めたわけです。なるほど。つまり、銃を撃った犯人に法的な責任があるのは間違いない。でも、それと同時に、違法とまで指摘された政策によって、標的そのものを作り出してしまった主導者の政治的な責任もまた別に存在する。その通りです。この二つは切り離して、両方を見つめる必要があるということですね。だからこそ今回の資料は、あなたに一つの重い問いを突きつけているんだと思います。それは、ある政策が悲劇的な暴力の引き金になってしまったとき、その政策決定者の責任はどこまで問われるべきなのかという問いです。これは今回の事件に限りません。あなたがリーダーシップというものを考える上で、これからもずっと向き合っていくことなのかもしれません。